2000X 年、家柄や学歴による優劣のなくなった日本では、中央政府が撤廃され、国を統制するリーダーを失った。それに伴い、9つのリージョン、北海道、東北、北陸、関東、中部、関西、四国、山陰、九州は分断され、各地では人々が新たな指導者を求めるようになった。その指導者こそシックスセンス、つまり特殊な力に秀でたアイドルだった。アイドルは各リージョン内に存在しとって、シックスセンスで導き出した己の政治的な思想を歌やダンスに乗せて発信した。そんでそれに共感するファンがその思想を実現させてった。リージョン内にはアイドルとファンで構成される集団がいくつもできていった。いわゆるアイドル戦国時代の幕開けです。各アイドルのファンは推し活に勤しみ、古参と新規が一体となって現場を盛り上げる温かな風潮もありました。しかしある時、圧倒的なシックスセンスを誇る9人のアイドルが各リージョンに現れたんです。9人は瞬く間に各リージョンのアイドルシーンを席巻しちゃって、トップアイドルなんて呼ばれるようになってさ、代表ずらしてリージョンの政治まで担っちゃうし、しまいには国民的アイドルの座をめぐって他のトップアイドルと争い合うようになったんだ。トップアイドル同士の争いは各リージョンに甚大な被害を生んだ。街は破壊され、物資は枯渇し、次第にファン以外の一般人も巻き込まれるようになった。社会情勢は再び荒廃の一途をたどったが、一向に決着はつかなかった。そんだけ9人の実力は拮抗してたってこった。長引く争いにファンも疲弊して単折りが加速してったある。これには9人のトップアイドルたちもさすがに焦ったね。全員が一堂に会し、トップオブトップアイドル、すなわち国民的アイドルを決める方法を話し合ったよ。そして忌々しいアイドル法が作られてしまったのよ。アイドル法の目玉はやっぱザ・大いなる祭典の開催じゃん。9人のトップアイドルが3年に一度マジで大規模なライブイベントを実施して政治思想を表明する的な。人々はリージョンの垣根も越えて9人の中から従いたい人を選んで投票する。で、最も票を集めたトップアイドルが国民的アイドルの座につくみたいな。ザ・大いなる祭典で国民的アイドルに選出されたトップアイドルは最長で3年国家権力を所持します。特定のリージョンにのみ資金投入したり他を排斥したり、全てを思うがままにできるのです。一方、負けたトップアイドルは次の祭典に向けて自分のリージョンを統治しながら力を蓄えました。アイドル法の恐ろしいところは結社の自由を禁じたところにある。つまり現トップアイドル以外の人間はシックスセンスの使用及び一切のアイドル活動を禁じられたんだ。地位を盤石にした9人の睨み合いは続くことになった。こんないびつな秩序でも異を唱える大人はいなかった。トップアイドルたちは圧倒的なシックスセンスで不安な未来を予見して、従わないと不幸になるって刷り込んでいたからね。独裁的な恐怖政治はまるで人々を狂わせる呪いだったよ。でも俺たちはそれぞれのリージョンで、やり方はわからないけど何かを変えなきゃって思っていたんだ。
ここはザ・大いなる祭典の会場？えらい喜びようやんけ。観客が笑ってる。ここはどこなんだ？トップアイドルのグループ？マジ？見ねえ面だな。どのリージョンだ？ポジティブな思想あるな。やばすぎなんですけど。音に合わせて揺れる光が星々のようです。こんなに素敵な祭典があるのか。ああ。